日まで。私の忍者先生。実はさ、すごく怖い思いをしたんだね。後でちゃんと話すけど、この影丸さんに助けてもらったみたいなんだ。招きも何か怖いことがあったの？実は私も昨日の夜に怖いことがあって、途中までしか記憶がないけど、闇野さんに助けてもらったんだよ。そうでしたか。小太郎探偵の従業員が同時に2人して怖い思いをさせてしまいましたか。僕が何もしてあげれなく申し訳ございません。それと、今聞いた感じでは、影丸、闇野さんに助けてもらったみたいですね。とにかく、今日から新しい仲間が探偵事務所に増えて心強いです。影丸、闇野さん、お願いします。任せろ。期待以上に暴れるつもりだから、よろしく頼むでござる。第29話、出来事の関係性。働く仲間が増えたことは嬉しいですが、先日電話での依頼内容の手紙がまだ届いてないのと、それと、ここ最近、周りで起きている出来事を整理してみますか。招きは影丸に、くのいちさんは闇野さんに救ってもらったみたいですよね。私から話しても良いのですかね。私がくのいちさんの自宅周辺での物音に気づき、怪しげな男性の声がしたので、何かあるのかと駆けつけてみました。何か物音が、それに怪しげな男の声。何かやってるな。こんな時間帯のこんな場所で何をやってるんだ。なんだと、あれは。くのいちさん。早く助けないと。まずい、誰かが来る。痛えな。邪魔するなら姉ちゃんも後で食べてやろうか。なんだと、鍛えてる私の一撃を与えても、まだこれだけの余裕があるのか。とにかく、くのいちさんを助けないと。俺はこれでも喧嘩番長だから、女子供でも容赦しないからな。今晩はより体力が必要そうで楽しみが増えたぞ。前手じゃないけど後手必勝。番長パンチ。あまり忍者以外の普通の人に対して向きにはなりたくありませんが、助ける相手がくのいちさんですし仕方ないですね。早く姉ちゃんにも気絶してもらって、さっさとしないと普段は夜型生活じゃないし、眠くなるから終わらすぞ。なんて自己中心的で勝手なやつなんだ。もっとも私が嫌うタイプのやつだな。これで終わらせる。伊賀流派闇斬り。うげ。峰打ちだが、これで立てないだろ。少しだけムキになったが、あとは警察に連絡して連れて行ってもらおう。なんだと。畜生。これだけの獲物を目の前にして収穫なしは残念だが、逃げるが勝ちだな。じゃあな。逃げられたか。私もまだまだってことですかね。とにかく今はくのいちさんを部屋まで連れて行かないと。あの時は私も考える時間もなく、とにかくくのいちさんを助けることだけを意識しました。話を聞くだけでも
私って大ピンチだったのですね。その男の人にも、闇野さんにも、食べられなくてよかったです。なぜ、そこで私の名前が。とにかく、闇野さんはくのいちさんを助けてくださりありがとう。僕もさすがにくのいちさんの自宅までは警戒はしてませんでしたので。でも、話を聞いてみて、その男は、特徴や写真などもキーワードとして考えられるのは、旧都心で成敗した人物かもしれません。それなら次は拙者の番でござるかな。拙者がやっとこの事務所に到着して腹ごしらえをさせてもらうつもりでいたでござるが、事務所のドアに鍵がかかってなかったことに違和感を感じ、入ったところ荒らされてるのを確認して、何かあるなと急いで中に入ったでござる。私も、影丸さんって思った人が入ってきたのまでは覚えてるにゃん。とにかく二人組の、確か、くのいちが投資話をしてた時の用心棒だったと思うねん。あの時の二人組か。これでも、小太郎探偵の留守番を任されてる立場から、私にもできる限りの抵抗はしたけど、通用しなかったねん。そんな招きちゃんの倒れてる姿を見て、拙者は瞬時に二人に打撃を与えたでござるが、意外とタフな二人ですぐに立ち上がり逃げられたでござる。こっちの二人はもしかしたら、あの時の仕返しだったのかもしれないな。用心棒だけあって、メンツみたいなものがあったのかもしれない。私も出会い頭に猫パンチを与えたけど、すぐに起き上がって、逆に私がやられたねん。今の闇野さんの話と影丸の話で状況の経緯は分かりましたが、それにしてもタイミングが同じなのが気になりますね。偶然なのか、それとも何か裏で操っているものがいるのか。そのことでござるが、拙者が入ってきた時にかすかに聞こえた内容では、どうも裏で指示を出している何者かがいそうでござるな。招き、どうかしましたか？影丸さんの言う通りで、私もその二人の会話を覚えてるにゃん。確か内容は、昼間の仕返しでもあるけど、指示が来てるから荒らすだけ荒らして帰るぞって内容だったにゃん。なるほど。それなら招きの件では誰かが裏にいるのが分かりましたね。次にくのいちさんも思い出したくもないでしょうが、当時の状況を思い出せる範囲で構わないので教えてもらえますか？恥ずかしいですが平気です。私は、この事務所を出た後から、写真のパシャパシャ音が聞こえてたので、もしかしたら、初めからマークをされていたのかもしれません。くのいちながらも、警戒心が足りなかった自分が情けないです。帰りに買い物をして、自宅近くでもシャッター音の違和感はありましたが、気にしてませんでした。部屋に着いて着替えたりしてる時にも違和感はありました。それでお風呂に入りましたが、その時に誰かにカメラで撮られていると確信しました。私の昨日の行動はこんな感じで、その後に闇野さんに助けてもらった流れになります。そうですか。くのいちさんから今聞いた内容では、招きの二人との接点は見当たりませんね。あ、そうだ。はじめは私もストーカーなのかと考えましたが、こんなことも言ってました。こんなレアな女の人はめったに情報が回ってこないし、写真ついでに遊んでやるのもありなのか。なんだと？先生、何か分かったのですか？情報が回ってきたとか言ってましたが、それなら招き同様に誰かからの指示があったことにつながりますね。私も小太郎さんと同じで、そのように感じます。あの人物は帰りの夜道が怖いとか、夜型の生活ではないなど話してましたからね。その話の内容から考えると、本人の意思や計画ではなくて、
誰かの指示でくのいちさんの帰宅時間に合わせて行動したのでしょ先生、私は今後も狙われるのでしょうか？情けないですが、帰りが怖いです。う。くのいちさん、微力ながらも私もくのいちさんの部屋でしばらくいさせてもらいますので守りますよ。闇野さんがいてくれるなら、すごく安心します。今後ともお願いします。それなら、今日は帰ったら、闇野さん同居のお祝いに、私のお手製、ヒレカツ牛丼でもご馳走しようかな。それが一番危険だねん。とにかく、今回の件では裏に誰かがいての指示だということがある程度わかりましたね。その人物は小太郎探偵に対して恨みがあるのか、それとも今回の依頼内容と何かつながりがあるのか、それとまた今回みたいな出来事がないとも限らないので、闇野さんはくのいちさんの護衛をお願いします。わかりました。早速の任務ですね。それと影丸は招きと一緒にこの探偵事務所を守ってください。任せるでござる。でも冷蔵庫の食料はうまいもので頼むでござるぞ。仕方ないですね。あれ？先生、なんか電話が鳴ってませんか？私が取ってきます。それなら僕も行きますよ。はいはい、わかりましたよ。出ますからね。もしもし、小太郎探偵事務所ですが。昨日の出来事はいかがでしたか？あなたは誰なの？なんだと。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。もう一度会いたかった。私は泣かない。